バンジョーとカズーイの初登場作品は任天堂64で発売されたバンジョーとカズーイの大冒険のイメージがありますよね。実はディディーコングレーシングがバンジョー初登場作品なのです。当時バンジョーとカズーイの大冒険の開発が遅れてしまい、スピンオフのこのゲームで初登場を迎えてしまいました。バンジョーの相棒であるカズーイはお留守番していたようです。1998年にバンジョーとカズーイの大冒険が発売されました。この作品はスーパーマリオ64を参考に作られていますが、ジグゾーなどを一定数集めると次のステージへ進めたり、消費アイテムがあるなどスーパーマリオ64にはないシステムが多いです。マイナー作品と言われているこのゲームですが、海外では大ヒットしたようで、日本では40万本、アメリカでは365万本のセールスを記録しています。続編のバンジョーとカズーイの大冒険2も日本は19万本、アメリカだと149万本も売れたようです。2003年ゲームボーイでバンジョーとカズーイの大冒険グランティの復讐が海外で発売されました。その2年後には同じゲームボーイでレースゲームのバンジョーパイロットが発売されました。両作品とも日本未発売なのが残念です。本作はバンジョーとカズーイの大冒険2から8年後のお話です。長く平和だったため彼らは太ってしまいました。でも安心してください。チュートリアルを終えればスリムな体型に戻ります。ブランクのせいかバンジョーは移動など最低限のアクションしかできなく、カズーイも多彩なアクションや空を飛ぶこともできなくなりました。2年後に海外で発売されたソニック&セガオールスターズレーシングにソニックたちと一緒にバンジョーとカズーイが登場します。2014年には日本向けに発売されましたが、大人の事情でバンジョーとカズーイは参加できませんでした。それから9年後の現在、任天堂ダイレクト E3-2019 でスマブラスペシャルに彼らが参戦すると発表がありました。なぜ彼らはバンジョーとカズーイの登場に喜んでいるのでしょうか。それは遡ること19年前の出来事。突然ですが、レア社というゲームメーカーをご存知ですか？ 1994 年から任天堂にセカンドパーティーとして参入し、スーパードンキーコングやバンジョーとカズーイの大冒険、スターフォックスアドベンチャーなどの大ヒット作を生み出してきた会社です。2000年頃、レア社スタッフの離脱や開発の遅れが目立ち始め、2002年9月に
任天堂が保有するレア社株をマイクロソフトに売却しました。ドンキーコングシリーズ以外の作品の著作権はマイクロソフトで完全管理することになりました。そのため2007年に海外で発売されたディディコングレーシングのリメイク版ディディコングレーシング DS に参加することができませんでした。1997年のディディコングレーシング以降、ディディコングとの再共演やドンキーコングとの初共演も叶わなくなりました。それから22年の時を経て、彼らは再会を果たしたのです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。